今日本の国内でも貧富の差が拡大している。両方とも苦しんでるんですね。ペンネームさなぎさん、40代の女性からいただいたお悩みです。私の悩みは、自分よりも他人の方がすごく幸せだと思ってしまい、自分が不幸であるという思い込みをしてしまい、今の生活に満足できないことです。私は中小企業の中間管理職、夫は企業の役員をしています。経済的には豊かで、広いタワーマンションに住み、海外旅行にもよく出かけ、欲しいものはほぼ全部手に入る状態です。夫婦仲も喧嘩することなく、程よい距離でうまくいっている方だと思います。周囲からは羨ましい生活とよく言われますが、私には全くその実感がありません。それどころかどこか寂しいのです。何かが足りないように感じるのです。子供がいないからというわけでもなく、今の生活に幸福感を感じず、生きているという実感が持てません。私は欲深いのでしょうか。それとも実際に不幸にならないと、あの時は不幸だったと思えないのでしょうか。どうか和尚様のお考えを教えてください。仏教に三昧という言葉があります。三昧というのは贅沢三昧とかいう表現にも見られるように、一般的な言葉の中でも使われるようになっています。例えば温泉三昧とかね、グルメ三昧とか、そういうふうに贅沢三昧みたいなねことでよく使われるような、やりたい放題のような印象があると思いますが、実はこの三昧というのは、自分の使命とも言われるような何かに完全に浸りきっているという状態を表します。言ってみれば悟りのような境地ですね。もう一切のブレがなく、一切の迷いもなく、一切の不安もなく、そのことに没頭できている時間、感覚、これが三昧です。さなぎさんの抱えていらっしゃるようなお悩みは、実は少なくないんです。今日本の国内でも貧富の差が拡大しているということが言われていますけれども、お金のあるところには本当にたくさんある、ないところにはとことんないというこの二極化状態は、アメリカをはじめとする先進国ではもちろん、発展途上国であっても、もっと言うと、もっとずっと昔から、もうお釈迦様の時代にはすでに猛烈なる貧富の差というものがあったんです。そして実はこの貧富の差っていう貧の方にいる人たち、そして富の方にいる人たち、両方とも苦しんでるんですね。お金がないから苦しんでると貧の側の人たちは思うんですけれども、このさなぎさんのように富の方の人たちもさなぎさんと同じような感覚で過ごしていらっしゃる方っていうのは決して少なくないんです。一番充実したって喜んでるのは、貧から富にちょっと生き始めたぐらいの人たちです。富に完全に使ってしまうと、
表面的には華やかに海外旅行も行くし好きなもの食べられるし食べられるもう何でも自分たちの欲しいことをやりたいことは全てやり尽くしてやることないんですよ。でそれ今度行き着くところまで行くともうしこたまお金持ってる人今度何考えるかって、宇宙旅行とかね、もう海外旅行行き飽きちゃったので国内旅行はもちろん行き飽きちゃった海外旅行も行き飽き食べるもの全部食べたら今度宇宙旅行に行こう。で実際その宇宙旅行のサービスっていうのももう始まってるわけですよね。数千万円かけて宇宙旅行。今度宇宙旅行が当たり前になると今度どうなるんですかね。太陽系を出て銀河系に行くんですかね。人間の欲というものはとどまるところがありません。そしてこの欲というものに従って富を拡大していく、経済的な豊かさを拡大していく、これがイコール人間の幸せになるかという幻想はとうの昔にそうでないということが分かっているんです。なのでさなぎさんの今回のお悩みは至極真っ当な悩みであり、またそのような感覚をさなぎさんがお持ちであるということはこれまた極めて真っ当なことなんです。決して周りには言えませんけどね。幸いにして私もこれを仏典の中だけではなくてある程度お檀家さんがいらっしゃるお寺に育ったので非常によくわかります。お坊さんっていう仕事は面白い仕事で人の亡くなる最後に関わりますでしょ。皆さんともう生きてる時からこうやって一問一答みたいな形でも通してでも皆さんと関わるってことが本当の仏教なんですけど、今日本の仏教は葬式仏教と揶揄されるように人が亡くなったというきっかけで初めて皆さんと関わるっていうことが残念ながら多いわけです。法事、お通夜、お葬式、そこでただ少し普通のご職業と違うのはその人、その家というものの一つの節目ですね。それは人が亡くなったというその最後に関わることができるというところが非常に私は勉強をさせていただいています。でこの私の今いる福厳寺でもそうですし、その他のお寺のお手伝い行ったりとかそういう機会も通してでもそうなんですけれども、この福厳寺だけでもお檀家さんというか、この福厳寺では今檀家と呼んでません、会員と呼んでます。自分のお寺は自分でも選択する時代なのでということで、いろんなところからいろんな人たちが会員さんとして入っていらっしゃるんですね。そして宗派ももともとは禅宗のお寺なんですが、今はもう超宗派といっていろんな宗派の方々も仏教徒であれば受け入れているというお寺なので、本当に非常にたくさんいろんな方々が関わっていらっしゃいます。でそうするとね、日本の長者番付に載ってらっしゃるような大富豪の家からいまだにと言ったら失礼なんですけど、畳6畳一間に2人3人で住んでらっしゃるというようなお家もあります。この貧と富というものの人生の最後を見るわけですよ。それが見ることができるわけです。もう本当にね、お葬式に延々と木魚を叩いてる手がね、しびれるぐらい弔問客が途絶えないというような、大きな資産家のね、会社の会長さんのようなお葬式もあるし、本当に孤独死じゃないですけれども、もう誰もお葬式に来ない、そしてもうお葬式代も払えませんというような貧のお家もあったりするわけです。でそういう人たちのところに亡くなったことをきっかけにして、その家に行って法事でね、お経を読んだりとか、その家まで入り込んでお茶菓子まで出してもらって、奥の間まで入れてもらって、お仏壇の前でお経を読んで、でそのまたお通夜とかお葬式とか法事とかっていうタイミングで行きますから、きっかけで行きますから、
そこの家のお父さんお母さん子供たちおじいちゃんおばあちゃん親戚知人友人というその家のつながりを見ることができるんです。貧の家のつながり富の家のつながり、その両方に貧富の差はあれ、幸せを感じる家もあるし不幸を感じる家もあります。さてそういった中で私も貧の人たちからの悩みも聞くけれども富の人たちからの悩みもまたお聞きするわけですね。で今起きている多くの悩み、富の方ね、富のある方のお悩みはまさにさなぎさんのようなお悩みです。さなぎさんの問題は何かと言ったら、お金はある、時間もある。そうですね、豊かな人っていうのは時間があるんです。時間がなければ豊かになれませんから。これが問題なわけではないんです。ないよりあった方がいいですからね。じゃあ何が問題か。自分が自分の能力の限りを尽くしてチャレンジしていく生きがいがないことです。小さな子供たちを見ていると幸せは何かということがわかります。小さな子供たちは友達と遊んでるときくったくたになって走り回ってますよね。特に男の子たちなんかもうそんなに疲れるからもう走るのやめなさいっていうぐらい駆けずり回ってます。動物たち、例えば今この福厳寺にはですね、ももちゃんという黒柴の女の子がいるんですけど、散歩に他の動物とか他の犬と一緒に行ったりする。そうするとね、もう走りたくてしょうがないんですよ。全力ダッシュしたくてしょうがないんです。で私もね、自分が行くときに自分でも走りますけど、ももの方が速いんですね。だから私のペースに合わせてると、ももは自分の持っている能力の限りを尽くして全力ダッシュするってことはできないんですよ。だから時々私もですね、バイクを持ち出してきて、バイクでね、ももの全力ダッシュを見せてくれって言って、あーってバイクで一緒に走るんですけど、そうするとね、まあ喜んで走りますよ。それでもう坂の山の上登っていって降りてきて山の上登ってきてって何往復ぐらいするのかなと思ったら、3往復4往復5往復何百メーターもね走るんです。でそれを見た時にね、ああ普段の散歩ではこの子の思いっきりの力が発揮できてないんだなっていうことを思うわけですね。私たちがたらたら歩いてるっていう散歩でこっちは本人満足してるだろうと思うけど、そうじゃないんです。本人は持っている力の限りを尽くして思いっきり走り回るっていうことをしたい。だけどね、人間様の都合でちょっとうんちしてもらってさせて、ああこれで今日は散歩行ってよかったねって、そんなもんじゃないですよ。有り余るエネルギーともう溢れんばかりのエネルギーと能力を持っていて、それが発揮できないっていうことは、これはね、生き物にとって辛いことなんですよ。で私たちは必ずしもそれがお金を稼ぐという、自分の能力を発揮するというのはお金を稼ぐというところ結びつかなければいけないってどっかで思ってるかもしれません。でもそうじゃないですよね。それはお金を稼いでみると分かるんです。自分の持っている能力、これを最大限に発揮して生きるということが生き物にとっての三昧なんですね。それが何であるかは分かりません。その人その人だと思います。で、結構こう豊かな生活を送って見える方っていうのはそのような状況があったりします。一代にして成り上がったという成金の人もありますけれども、二代三代あるいはもう最初からある程度安定した仕事、
お給料がたくさんいただけるというような仕事に就いたという人は、意外にしてこの何にもないところから一生懸命稼いできてということももうないわけですよ。2代目3代目とか、ある程度もう最初から生活していくに十分のものを与えられた人で、貧しい時代は良かった、ね、高度成長期日本なんかも一生懸命もうなんとかこう三種の神器じゃない冷蔵庫、テレビとかね、洗濯機とかそういったものを買っていく、購買していく、あれがないもの欲しい欲しい欲しいって、そうやってみんな頑張ってきた。それを目標にして頑張ってきたので、そのことに気がつかなかっただけなんですよ。なんか充実して幸せだった、ものを得ることが幸せだった。でも得てしまったら、目標をそこに置いてたのが得てしまったら、これもっとさらに何億何十億何百億何千億って、そのことをまた延々と繰り返している人もいますけれども、もう得てしまったら、その金額の大きさとか欲しいものの数とか体験したいことの種類とか、もうそれを追っかけているという状況にふとね、もう飽きてしまった人からしたらこんな辛いことはないです。そうですよね。食べたいと思って食べるたいものはないですよ。食べれるから食べたいと思わないんです。でそれ食べてもあんまり嬉しくない。私やっぱりね、いろんな関係でもうとんでもないようなお金持ちのパーティーに誘われることもあったりするわけですよ。そうするとね、私なんか口やしいので、例えばお寿司とか大好きなんですけど、お寿司いただいたらもうすごい美味しいわけじゃないですか。だけれどね、私も学生の時からそういった、大金持ちの人たちのパーティーとか呼ばれたり、どっか連れてっていただいたりということもあったりしたんですけど、そうするとね、どっかのこう有名なお店のお寿司をいただいたりするわけですよね。いただいたりして、そうするとね、これお前にやると、こんなところの寿司なんて生臭くて食えるかって言って私にくださったりするんですよ。こんな美味しいものって私その時思いましたけど、その方からしてみたら、なんかどこどこの有名店のお寿司なんて別にへでもないみたいなね。そういうことってやっぱりね、本当にこう負の世界の人たちだったら当たり前にあったりするんですよ。もうどっか旅行に行ったりしても、うわーこんな風景の場所に来れてよかったって言って涙流す人もありますけど、もうスマホ出してパチッて撮って、ああこれだったらいついつ行ったどこどこの海の方が綺麗だったとかね、そんな感覚しかないんです。それはもう地球上ありとあらゆるリゾート地行って、もう何でしょう、5つ星ホテルのスイートを泊まり歩いてれば、もうなんかこうね、どっかの別のスイート泊まったところで、ああこうなってんのね、こうなってんの、あすげえなで終わりなんです。でこれはどこまで行ってもキリがない。だから人間は10億稼げば100億欲しい。で100億稼いでみたら今度1000億。1000億の世界になったら今度1兆の世界。1兆の世界になってみると今度10兆の世界。10兆の世界になってみると別にそれで変わらないんですね。もう食べるもの食べ尽くして行くとこ行き尽くして変わらないんです。だから今度宇宙に行くか、より大きなことをやるか、より大きな金額に挑戦するか。でも生身の生物としての一人の人間としては、何兆というお金を扱ったとしてもですよ、もう食べる限りのものは食べ、行く限りのところは行き、でもわずか数十年という人生をどんどん置いて死んでいくわけですよ。その何兆円というお金を全部置いて。だから金を稼ぐことに意味がないとか、そういうことではない。もう
富を得て物にあふれたら、そこで初めて気づくんです。それが必ずしも心の平安とか幸せというところにつながってこないと。何か寂しい、何か虚しい、何か足りない。そして何を見ても大して感動してない自分がいる。何を聞いても大して喜んでない自分がいる。だけどみんなから羨ましいねと言われる。だからある程度裕福になったマダムのフェイスブックとか見ると、つまらんですわ。今日はどこどこのホテルでランチって、そのランチのフカヒレスープとか、なんかランチで食べたもののどこどこの高級な、そんなものしかないんですもん。なんかもっと面白いものを投稿してくれよと思うんだけど、そんなものしかないです。そうでしょ。貧乏人から金持ちまでやってることみんな一緒ですよ。それがどこどこのカツ丼であったか、どこどこホテルのカツ丼、そのなんか金額が違うだけの話であって、何を食べた、やれ何をどこどこに行った、そんなことしかない。大事なことは今日あなたは何をしたかということなんです。今日大事なことは今日あなたはどうやって生きたかということなんです。今負の富の状態にある人が抱えている問題、これはお金では解決しないんです。でもそのことに気づかれたわけですよね。そのことに今気づき始められているわけです。これは本当にラッキーな方だなと思います。さて、処方箋です。さなぎさんが今のものにあふれて、お金にあふれて、もういろいろなものに満たされている状態の中で感じる寂しさは、ご自分の生き様、生き方、これをもってしか今度は解決していくことはできません。ここからご自分が充実した人生を生きるというには、ご自分の生き様、これをきちんとそこへ向き合っていかないと、ここから先の心の平安とか充実とか幸せっていうのはないんですね。ですからどうかね、何か私たちはこれを発母大心と呼んでいますけれども、自分のことに対して何かもっと向き合ってチャレンジしていくっていうのも一つですし、何か自分の持っている力を持って自分以外の人に幸せを与えていくというチャレンジもありかもしれません。自分の生活を充実させるよりもね、他人の幸せというものに寄与しようとする方がハードルは高いのでね、企業の管理職までやってらっしゃる方なので非常に有能な方なんだと思います。どうかぜひ経済活動という観念とは必ずしも結びつかなくてもいいので、何かしら自分以外の命のため、人のため、何かできることを自分でお始めになってみたらいかがでしょうか。最初はそれが何かわからないんですね、具体的に。けれどもあがいていくうちに、何かね、非常に大きな自分にとってこれだっていうことが見つかってくると思います。時間はあるわけですからね、おそらくね。時間を作ることができるわけですからね、時間があるという。さなぎさんのような方々が負の富をある程度得たという人たちの中にたくさんいることを私は知ってます。ぜひこういう方々にね、お金を稼ぐという状況がある程度もうできたのであれば、その次に進んでいただきたい。それはもっと大いなるものに対してのチャレンジです。金額の大いなるものという意味ではありません。ぜひね、そのようなご自分の使命、天命とも言えるような何かを見つける、そのような創造活動にお入りになってください。きっとね、
力のある方であればそういったものが見つかってきた時には本当に三昧に入ることができると思います。応援しています。頑張ってください。